ちは、あわです。今回はグリーンマックス製のオシ16の組み立て室内灯組み込みを行います。未塗装キットを使用するため、まずは塗装を行います。以前に開封したマイクロエース製の九州観光号に食堂車を加えたいと考え、フリーランスでオシ16を組むことにしました。オシ16を選んだのは食堂車の中での陳車で観光号向きだと考えてのこと。プラバンでの客室のクラフトも行いますので、ぜひ最後までご視聴ください。塗装はまずクリーム1号を吹き付けました。10系客車の観光号塗装は裾にクリーム1号の帯をまとっています。裾の帯になる部分に 1mm のマスキングテープを貼っていきます。そして青15号を吹き付けていきます。マスキングがうまくいってますように祈る瞬間ですね。マスキングを剥がすと帯をしっかり維持した塗装ができていました。塗装を済ませたらいよいよ組み立て開始です。まずはボディを組んでいきます。側面とつま面をそれぞれ合わせたところまで接着します。この時点では直角を正確に保持できていなくても大丈夫です。次に塗装を忘れていた窓のエッジゴムの塗装を行います。エッジゴムの塗装にはガンダムマーカーのグレーを使用します。エッジゴムの塗装を終えたら窓ガラスパーツを固定していきます。窓ガラスパーツは1枚の透明プラ板なので長すぎる部分をカットします。窓ガラスパーツの接着にはアクリルボンドを使用しました。窓の間隔の広い箇所にボンドを少量塗布して接着します。次は床板の加工に入ります。台車からの終電用に床板に導電用の穴を開けます。加藤の台車を使用するので、台車終電板の可動域にピンバイスでチェックを入れます。ちょっとカメラで捉えられていませんが、電動ドリルで穴開けを行いました。ピンバイスでチェックした箇所に穴を開け、ドリルで削りながら並ぶ穴をつないでいきます。穴開けを終えるとこんな感じになります。続いて床板に終電板となる銅板を貼り込みます。導電用に開けた穴を塞ぎ、前後を結んで終電を統一させる役割です。銅板は 2.5mm 幅で切り出し、ウェイトを置くガイド外側に貼ります。しかし 2.5mm 幅ではウェイトのガイドに干渉するため、その部分のみ 1.5mm 幅程度に細くする必要があります。そこでガイドに干渉する箇所をさらに細くカットしていきます。チェックを入れた箇所の間をハサミで直接細くカットしていきます。加工した銅板を銅箔テープで床板に貼り付けていきます。テープ止めする箇所は台車の導電用の穴の前後4箇所です。浮いてきそうな中央部分もテープ止めしました。終電用の銅板を貼り込めたら、次はウェイトを固定します。ウェイトは絶縁しておく必要があるため、セロハンテープを巻いています。付属のウェイト止めを今回は使用しないため、直接ボンドで固定します。ウェイト止めを使用しない理由は、床板上にクラフトする客室パーツをウェイトに直接乗せるためです。次はウェイトの上に直置きする客室パーツを作成していきます。ウ
グリーンマックスのエコノミーキットは客室表現のパーツがありません。そのため室内の空洞が目立ち、ウェイトむき出しだと車外から床板が照明などの光を反射して明るく見えるといった問題が発生します。今回はその問題解消を狙って客室パーツを作成してみることにしました。切り出したプラ板に座席やテーブルの配置をマークしておきます。150分の1の厳密な採寸したところで正確に作れる自信はないので、大雑把にそれっぽいものを目指して作成します。窓側を向いた座席の丸い椅子はランナーの廃材をカットしたものを使用。カットした面を削って高さ2ミリ程度の円柱を大量に作成しておきます。作成した丸い椅子を白キャップセメントで接着していきます。続いて2ミリ厚のプラ板をテーブル席の座席のベースとして接着します。このプラ板上に背もたれとテーブルを乗せていく形で作業を進めます。ベースとして接着したプラ板にさらに2ミリ厚のプラ板を接着してテーブルとしていきます。テーブル下の空間が埋まり乗客が足を入れられない構造となりますが、そこまで細かい表現の作成は困難なので、ここも大雑把に進めます。テーブル表現のプラ板も白キャップセメントで接着していきます。2ミリ厚のプラ板をさらに切り出して背もたれを作っていきます。高さ5ミリとして座席の2ミリと合わせて7ミリ程度の高さになります。2ミリ厚のプラ板2枚を重ねた4ミリ厚プラ板でカウンターと厨房をまとめて作成します。座席表現のプラ板の上に切り出した背もたれプラ板を接着していきます。車両中央よりは厨房との仕切りの壁を設置するので背もたれは省きます。できるだけ手抜きしつつ雰囲気だけ作成するような感覚で作業していきます。テーブル席と厨房の仕切りとなる壁を立てて座席は完成です。壁を設置した後でボディの上部と干渉しないか並べて確認します。ボディの壁とぴったりのサイズが理想ですが、多少の隙間は妥協します。接着したプラ板に仕切りのプラ板を立てて接着し、テーブルと厨房を切り分けます。窓側のカウンター席と車両中央のカウンター席との仕切りの壁を設置して完成です。目測だけのアバウトなパーツ切り出し、接着によるものですが、床上の客室パーツの完成です。何もない空洞より多少は見栄えが良くなるのではないでしょうか。次は室内灯と床板終電板をつなぐための銅板をハンダ付けします。間に先ほど作成した客室パーツを乗せるため、その端から上へ伸ばすように銅板をハンダ付けします。車タンプ側の銅板を上に曲げておいて、室内灯と接点を確保できるようにしておきます。室内灯の取り付けイメージはこんな感じになります。次は床下機器の取り付けを行います。キット車両作成で好きになれない工程ですね。床下機器の取り付けはガイドに合わせて接着していきます。ただそのガイドが機器の接着の妨げになる箇所もあります。その妨げになるガイドを削り落とす作業が面倒なんですよね。これが床下機器取り付け作業が好きになれない理由と原因です。ボディと屋根を準備したら床下、床上と合わせていきます。床上の客室パーツは後ほどウェイトに接着させて固定します。一旦
床上客室パーツを外してボディと床下を接着固定します。接着にはタミヤの緑キャップセメントを使用します。ホロを取り付けます。他メーカーのように爪で引っ掛けるタイプではないので、車内側からセメントで接着固定します。次に作成した客室パーツをウェイト状に接着させます。接着にはタミヤの白キャップセメントを使用しました。続いて台車を取り付けます。台車は通電非対応のグリーンマックス純正品は使用せず、終電板付きの加藤の台車を使用します。次はボディに押し16、2005と食堂の文字を転写していきます。微妙に0の位置がずれました。転写は難しいですね。車両中央寄りの窓下に食堂の文字を転写します。ボディへの文字入れが終わったらいよいよ室内灯の組み込みです。室内灯は自作の COB テープライト室内灯を使用しました。最後に屋根を乗せて完成です。屋根は接着固定はしません。車内のメンテナンスに備えて屋根は取り外し可能な状態を保持します。今回はグリーンマックスの押し16をなんちゃって客室をクラフトして組み立てを行ってみました。模型に関する動画を投稿していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。